もっともっと愛を出し知恵を出していくということでね、我慢じゃなくてね、自然にできる。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は我慢についてお話をさせていただきます。心って比較をするのでね、例えば自分だけが苦労しているとかね、旦那様と奥様の関係でしたら奥様がご飯の支度したりね、いろいろお子様の世話をしたり、旦那さんは旦那さんで会社で苦労してらっしゃると思うんですけれども、それ相手の立場っていうのが見えないと自分だけがすごく被害者意識になってしまったりね。だからその心の持ち方っていうのをね、自分はそれによってね成長させていただいているっていう風なね考え方ができたらばもっと楽になるのかな。うちの皆さん瞑想していただいているんですけれども、そうすると今までは苦行だったものがね、すごく直感が働いて仕事がどんどんできるようになってね、で仕事が面白くなる。頑張りすぎてね、もう力がなくなってしまうとね、もうそこで自信をなくしてしまうんですけれども、ちょっと失敗したっていうこともね、学びをいただいてるんだなっていうことで、新たなる挑戦のね元気が出るっていうかね、皆さんただマインドを使ってるのですごく疲れちゃうのかなって、それでもう頑張って、例えば結婚生活とかね、そういうのも我慢をしてとかね、大変なことをやってとか、でもその2人でいるメリットっていうのがね、お互いにその鏡になってね、ですごく自分の心が見えてきてね、どうしたらね相手を生かすことができるのかって、自分の要求ばっかしね、相手にこれをしてくれない、あれをしてくれない、私だけ大変だみたいになると、自由になりたいって言ってそこを飛び出してね、じゃあ自由になったからって言ってもね、それはそれで、2人で生きていく場合のね、例えば家賃が2人で折半であるとかね、いろいろ一人になるとまた生きていくのが大変とか不安になるとか、いろいろなデメリットもあるでしょうし、2人の時のメリットもあるでしょうしね、それを選んだわけですから、それでやはりそういうことでですね、皆さんがどういうふうにね調和を持って、より一層良い関係にしていくか、瞑想をしていくともっと自分から愛を与えていくとかね、優しさを与えていくっていう、全てが修行なのでね、会社においてもね、もっともっと成果を出してね、そして喜んでもらえることをやっていくとね、それにはすごくね内側の英知を目覚めさせてね、そして愛を持ってね、そうやって無限のパワーとね、そこからの力をいただいてやると、その会社の仕事もものすごく楽にできますし、心で頑張ったり我慢したりやると限界があるんですね。ですから皆さん是非リセットをしてですね、いろいろなストレスを浄化してですね、内側にコンタクトしてですね、自分自身を常にリニューアルさせていくと、また挑戦する意欲が湧いて、そして何事も簡単にね、クリエイティブにねアイデアが湧いていい仕事ができて、会社の上司にも喜ばれますしね、結婚生活だったらまた自分がねそれによって学びをいただいているっていうことで、相手も生かし自分も生かしていく、そういうことは悟りの道になっていくんですね。だから
その会社の仕事もこう全てのことがうまくいきながらね、自分自身がねさらに本質にねなっていくね、真理を知っていく、いろいろなことがね気づきを深めていくということでね、何のためにやっているのかってね、もっともっと愛を出し知恵を出していくということでね、すごく簡単に全部が解消していくんですね。そういうふうな生き方になっていただけると、それを我慢じゃなくてね、自然にできる。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想目覚めのセミナーを開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。自分が怠け者だとね、で怠け者の方が楽でね、朝起きられないから寝坊してるとかね、いろいろ何もしないとかね、そういうことを選択するのかね、自分を整えて食事もちゃんとしてっていうふうにね、それが真理への道だとしてまず環境を整えてね、そうやってそれで自分のエネルギーがね粗雑にならないようにしていい方向に流れていく。そうすると今まで雑に生きてた方が楽だったのがね、エネルギーがこうその中でね安心して充電されてね、やがてそのエネルギーが悟りに導かれる方に使われていく。ただこうその時ね楽であってもそのエネルギーが分散して自分の好きなことしかやらないとなるとね、そこで満足してしまって、やがてそれがねいろいろ病気の原因になるかもしれないし、それが一生懸命やらなかったことがツケに回ってくるかもしれないんですね。ですから自分を整えるっていうことでその堅苦しさがあるかもしれないけども、真理からの目で見るとね、やっぱり整えていくっていうことを選択していく、愛を持ってやっていくっていうのがいいのかなって思いますね。ヨグマたちは瞑想の修行を何十年と過酷な修行もされていたと思うんですが、その中でこう我慢みたいな感覚だったりっていうのは頭に少しでも。例えばね、眠たいと寝ちゃった方がその時楽なわけですよ。だけどその修行をした方が次の日軽いかなっていうの、寝てその時楽なんだけど起きた時だるいみたいな。だからじゃあその修行やるのが辛いけどもそれを整えて寝た方が次の日軽いみたいな、そのどちらを選択するかっていう時に、私の場合過酷というか穴に入っていく、死んじゃうかもしれないからやっぱりちゃんとやらないといけないっていう選択肢があるそれ究極の恐怖ね。だからそれで死んで戻ってこれないかもしれないから、本当に純粋にね、例えばちょっとしたバクテリアがあっても長い間にそれがね発症してがんになるとかあるわけじゃないですか。最初はもう全然わからない、どう検査しても引っかからないような小さなバクテリアであってもね、何年もかけて増殖するわけですよ。ね、だからきれいにしていかないと命取りになるかもしれないから、きれいに純粋にして空にして空の空の空にして、そうやって決意をしてサマディに入らないと全部密閉されてますから、死んで帰ってくるっていうことになり、命の引き換えですから、そこまでしないと修行しないってことじゃないですけれども、みんなだらしがなく寝ても明日ちょっと腰が痛いかなくらいで、眠たいかなだるいかなくらいでなんとかだるいの人生で最後に行くのか、軽やかで行くのか、どちらを選択するのかっていうことですよね。目の前のことだけを集中して処理しているとやっぱ我慢っていうフェーズに入っちゃうのかなっていう、どうしてもそういう感覚になっちゃうのかなと思うんですけど。そうですね。だから早くマスターに会って見えないところを清めるとね、で軽くなって、で我慢しなくてもスッとこうね愛を持ってできる。みんな体力なかったり気力がなかったりね、そういうなんか修行する力がなかったりすると、環境に
こうなんて言うんですか、負けてね、そういうところにこう我慢しなきゃならないって、もっともっとそれよりもあなたが明るくなったらね、でそういうものも全部ねぶっ飛んじゃう、そうすると何でもスッとできるんじゃないかなって思いますね。我慢じゃなくなるね、我慢することは何もないんです。私の生活なんかね、みんなが見たら大変だと思うのね。夜中起きて原稿書いたりね、修行したりね。アメリカの人は昼間なんで、私はそうやってメールを打ったりするんですけどね、待ってるかなと思ってね。だからそれはもうなんていうか我慢じゃないですね。役割をやらさせていただいて、無心でねやらさせていただいてるっていうことなんですね。でみんながやっぱ早く成長していただけたらなと思って、こう YouTube にも一生懸命出演して、ね、私はこう出たがりじゃないのでね、それをこう皆さんが分かっていただけるように、あなたは素晴らしい存在ですよっていうことをお伝えしてるんですね。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ感想などをコメント欄にお寄せいただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。